こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日は何を作るんだぜ。今回はカレーだよ。お、カレーか。材料も結構買い込んだな。そう。まあ、見ての通りなんだけどね。玉ねぎ、人参、じゃがいもの、カレー3種の神器はいいとして、今回はトマト缶を使うよ。ほうほう。でも、トマト缶入れると酸っぱくなるんだぜ。多少はね。まあ、多少はいいとして、始めるんだぜ。まずは3種の神器を切っていくよ。カレーは作るのは簡単なんだけど、この作業が面倒なんだぜ。一回作ってしまえば、数日間は持つんだから、文句言わないの。今回はカレーの箱1箱分作るので、玉ねぎは4個、人参は2本ぐらいかな。ふむ。じゃがいもは3つ使うけど、じゃがいもが一番面倒なのよね。ピーラーで皮を剥くにしても面倒なんだよな。あ。確かに、面倒よね。この辺ってなんとかならないもんかね？皮を剥かないっていう選択肢もあるけど、食感が微妙に悪いからな。ふう。なんとか皮を剥き終わった。野菜を切り終えたのがこんな感じ。18センチ鍋いっぱいになりました。次は肉。これは業務スーパーのブラジル産もも肉で、この前まで2キロで1000円だったのが、今日見たら880円になってました。円高になってきたからな。ちなみにこんな感じの肉が8枚入ってました。ってことは、これで110円なんだな。切りにくいもも肉もなんとか切ったよ。ふう。かなり疲れたんだぜ。何言ってんの？こっからが本番なのに。カレーの箱には大さじ2杯のサラダ油って書いてあるので、油を多めに入れて炒めていきます。これで、玉ねぎが飴色になるまで頑張るのか？いえいえ、そんなことはしません。この状態で飴色になるまで頑張ろうとすると30分はかかるからね。ふむ。適当なところで、トマト缶投入。ツナ缶も入れていくよ。ツナ缶を入れると、魚介の出汁が効いてくるから、おすすめなんだぜ。そして、さらに炒めていくよ。トマト缶の水分があるから、炒めるって感じじゃないんだけどね。5分ぐらい炒めたのがこんな感じです。お。これだけでもなんか料理だよな。野菜のトマト煮って感じかな。トマト缶は炒めると酸っぱさが減ると言われてるので、頑張って炒めてください。肉にも火が通ってきたので、水を入れていくよ。ふむ。カレーの箱には 1400ml 入れろって書いてあるけど、トマト缶 400g を水 200ml とみなして、水を 1200ml。ほほう。濃ければ後で水を入れればいいけど、薄かったらどうにもならないからね。28センチ鍋いっぱいになったな。煮込み料理といえば、ローレル。蓋をして、沸騰させます。沸騰したらアクを取っていきます。動画撮影じゃなきゃ、アクなんて取らないんだけどな。正直、アクなんて取らなくても味なんてさほど変わらないんだけどね。アクが取れたら、コンソメ。2個ぐらい入れとけばいいでしょ。よくかき混ぜて。蓋をして、弱火で20分。
この間に、ご飯を炊くよ。20分のタイマーで火が止まりました。給食のカレーみたいにうずら卵を投入。そして、いよいよ、カレールー投入。隠し味にクミン。これを入れると、某大手カレーショップの味に近づきます。今回はトマト缶カレーだから、全くの別物だけどな。カレールーが完全に溶けるまでよくかき混ぜます。トマト煮がだんだんカレーになっていくんだぜ。カレールーが溶けたら、再び加熱。鍋底が焦げないように、かき混ぜていきます。とろみがついたら、とうとう完成です。長かったな。さあ、食べるんだぜ。アペリティフは梅酒のソーダ割りです。とりあえず、乾杯なんだぜ。さて、カレーはどうかな？うまい。濃厚で、コクがあって、酸っぱくないんだぜ。まあ、酸っぱくなる原因は、トマトの入れすぎだからね。トマト缶 400g には、カレールーを1箱使わないとダメってことね。さらにうまくするために、これを入れるんだぜ。エビフラーが食べたくなってきた。うまい。さらにスパイシーになって、うまさ横綱なんだぜ。値段は高いが、いい味です。いかがでしたでしょうか？トマト缶で作る酸っぱくないカレー。動画は、これで終了です。それじゃ、またねなんだぜ。